にちは。今回はそのビスクドールは恋をする第21話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。今日は神回だったか。1期2期含めて一番おもろい。場所が18金コーナーないってところ、アニメスタッフの悪ノリがすごい。とりあえず勝負下着準備しなくっちゃ。もうしちゃえよ。だけ実際告白も付き合ってもいない状況で五条くんがそういうことする人じゃないの。分かってるくせにつけて。妹には勝てなかった。優しいお姉ちゃんやね。妹思いは悪いことではない。妹のために主義を曲げるわね。この作品はジュジュ姉妹が一番美少女なのだな。乾姉妹は案外ちょろい。大人組って20代中盤くらいか。しんじちゃん中学生だし、このくらいだとめっちゃ大人に見えるだろうな。後半じゃないかなと思う。ゲームで7時間は一瞬。ときめきメモリアルだったら藤崎しおりに一緒に帰ると恥ずかしいと言われる頃だな。カメラの人すっごい怖いです。助かる命はないと思う。男女の高校生が2人お泊まり。何も起きないはずもなく。何するんですかね。完全にその気ですね。するよ。徹夜で原作ゲームプレイを。やるんだな、今ここで。全くいやらしいアニメだよ。誤解するとこ強引すぎない。原作通りなん。原作は五条くんがもっとマムシドリンクの棚の方を見てたけど、アニメはマリンがエロいから勘違いした感のある描写になってるな。次回は朝までするのか。鉄芸するって前提完全に忘れてるの。五条くんの五条くんは立派そう。来週五条くんとマリンやるのか。朝までやりまくるよゲームを。って順当なオチだろう。どうせつうか五条くんも金あるよな。 DK はもっと貧乏なはずでしょ。まず支出が少ないんじゃね。ああいう精力剤って何が入ってんだろう。効果あんのかな。だいたいカフェインが入っている。風邪ひいた時とか効果あるよ。体が熱くなってあとは寝れば朝にはすっきりしてる。ターリー 3000mg。今日の演出すごすぎるだろ。久しぶりにアニメを見た気がする。ジュジュ様の陥落が早かった。五条くんは寝ろ。ジュジュ様かわいいわ。やっぱ一番好きやわ。五条くんがエナドリに興味持ったとこから最後まで笑いすぎて払いたい。やる気満々で草。アニメのしんじちゃん可愛すぎるな。カメラマンの大人がどんどん壊れていく。ドンキともコラボしそうな勢い。ドンペンくんちゃんと出てきたアニメ初めて見たよ。ようみやちゃん、もうナチュラルにシンジの声出せないってな。岐阜で怖い思いしたからか。究極進化したからな。ザーさんがもう神なぎの演技できないようなもんか。浪川もモーアルの声出せないし。やっぱジュジュ様レギュラーキャラにした方が良かったんじゃ。アニオリ要素だらけになりそう。主題はコスプレじゃなくて恋愛だから。マリンが圧倒的人気だし、作者が余計な話挟む余地作らないの判明してるしない。ヨウミヤちゃんがシンジちゃんの声出せないってレス見て一気確認したら、ほんと全然違ってびっくり。心が幼いさんになったから。声変わり。ジュジュ様はなんで憂鬱なの。ホラー苦手とか。マニマニが毒殺未遂にやったから。一気の合わせのシーン思い出せ。精力剤。絶倫。五条くん毎日21時くらいには寝てそう。いや高校生ならいらんやろ。助けてジュジュ様。やる気満々みたい。エナドリコーナーにないだろう。これは今日女にされますわ。若いからそんなんいらんのよ。作者は女の子です。初めてで一晩中とかエロ漫画だけの話だよ。そんなの高校生に必要ないぞ。朝までギンギンだぞ。男子高校生としたことあるけど、2発目ぐらいしてもガチガチだもんな。おお、ここで終わらせるのか。すげえ余韻取ったな。マリンちゃんは五条くんの家出入りして飯食ってんのに、なんで逆はこんなに違うんだ。五条くんの家にはおじいちゃんいるしね。抜き足し始まったな。北川さんは当然経験者ですよね。こう見えて古風なので侵入を許してません。もう付き合っちゃうよ。
況するの。実況。どうせ徹夜でゲームして帰るだけなんでしょ。むしろ五条くんが成人すぎるやろ。ただのアンジャッシュをここまで盛り上げるんだから、作画と声優は重要。種崎敦美って今期は本当にいろんな役をやってるよね。双葉みたいなエロい演技もいいし、モグラのママンみたいな可愛い演技も良い。やっぱキャラやストーリーもいいけど、コンテ演出とかも秀逸だわこのアニメ。ていうか、さっきの嫌いだからタバコ吸って逃げたやつの話はどうなったんだよ。コスプレ始まってからわかる。残り3話くらいだけどなるのか。2人ソロキャンプみたいに大学生とかならいつの間にか事後もあるんだろうが。今の高校生は初々しくてよき。ギンギンだぜ、朝まで寝ないぜ。起きてるよりむしろ寝ちゃった方が良くない？ BGM のタイミングが最高だった。小さくドンキホーテドンキホーテってなるとこが非常にコント感を出してる。 BGM が本物だと臨場感が段違いだな。この流れで鬼滅のさん始めようかの CM でダメだった。ドンキってあんまり入ったことないんだけど、18金コーナーとかあるの？何売ってるの？おもちゃ。大宮東口店。大宮のドンキで萌えな買えばいいのか。このサイモンエナと提携しててもおかしくなかった。モンエナって日本ではアサヒが売ってるけど、権利元はアメリカの会社だしさすがに無理や。マリンちゃんエロゲート囲ってコテマのやる割には自分自身は反応が VSJ すぎる。五条くんと正反対のようで、2次元と3次元に明確な線引きがあるところは同じなのかもしれない。本当に始まったらエロゲ知識でいろいろやってくれそう。あの姉妹がずっと可愛かった。実在しててよかった。お姉さんたちが面白すぎた。アキラさんのこともっと詳しくわからないと。現時点ではあまねくんちょっと嫌なやつだよな。あまねくんさんはスイッチ入ったら嫌なやつになるのも厭わないタイプだからな。推しカップルを守るために危害ないか確かめなきゃみたいな気持ちの走りかな。自分の趣味のために恋人すら平気で捨てる豪のものだぞ。女装という男にしかできない趣味を貫く男の中の男だからな。アキラさんの言い方もちょっと良くないけどね。ちょっと苦手なタイプなんだとかだったらまだ。大人の階段を登る覚悟をするマリンちゃん。そしてエンディングへ。さすがの北川さんもガン決まりになってるの臭すぎる。良いところで来週待ちか。また面白いところで切ったな。誤解が誤解を招いていろんな意味で大渋滞。もはやアンジャッシュのコント。ドンキに来るまで五条くんが追い詰められてたのに、ドンキから帰る時には北川さんが追い詰められてんの。申し訳ないけどゲラゲラ笑っちゃった。こういうのなんだそっちか。母ってすぐ終わらせずに引っ張るのは正直嫌いじゃない。いい声で五条くんいいから、俺今夜寝るつもりないので。マリンちゃんの勘違いというか妄想がいいよね。2期でもようやく乾姉妹の出番が来て嬉しい。シンジちゃんの可愛さと両ミヤボイスの癒し力に圧倒されてたら、ちょっと不穏な雰囲気もあって、温度差が良いね。今日はとにかく乾姉妹が可愛い回だった。意味深サブタイやめなさい。次回すげえ意味深すぎるサブタイトルだな。今から全部するってこと？そうだよ。には連続でサブタイがつながるってこと。何を全部するんだよ。全クリするやろな。いやーマジこういうところだよね。ヒセ恋の最高なポイントのうちの一つは恋愛アンジャッシュ系というか、マリンちゃんには申し訳ないけど、ある種2人もそうだし、登場するみんな嘘がつけなくて純真すぎて爆笑した回、大満足でした。ホラーゲーム棺の見せ方に非常に引きつけられた。フリーゲームに小中学生時代を支えられた側面が私にはあるので、こういった PV 風にまとめた上での見せ方に懐かしさを感じる。私も昔はエナドリなんてなくても徹夜でゲームできたのにね。俺今夜寝かせるつもりないのでっていう声が、すでに無自覚のオスがにじみ出してて、石毛さんありがとうございます。次回が命日かもしれん。セリフが違う。5時の範囲ですよ。意味は大して変わりません。はい。大人組は本当に濃い人ばかりで良いよね。あまねさんが本当によく周りを見ているのがわかるし、それ以外も全体的に原作よりわかりやすくなるようにしている感じがする。しかし
棺のインディーズっぽいドット絵感をどうやってアニメにしたんだあれ。こだわりがすごいな。ジジ様の懸念とアキラさんの嫌い発言という爆弾2つの合わせ。一体どうなるか、とか思ってたら、最後の最後にとんでもない大爆弾を置いていって大爆笑。これまで数々の誤解がありましたけど、こればっかりはシャレにならないやつ。これは、どうなる？最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。